今回は将来の戦闘機用エンジン XF9-1 について解説してみます。今更？結構前から開発されてなかったっけ？なかなか手厳しいね。ただ、その内容について詳しくかつビギナー向けに解説した動画は少ない。エンジンの詳細までは理解できなかったけど、自分なりに理解した部分まで伝えてみようと思ったんだ。なので、今回は基礎的な部分から人によってはそこまで説明不要というところまで解説するので、長く感じるかもしれないのでご了承ください。とりあえず聞いてみるわ。で、このエンジンはどんな特徴があるの？サイズが小さいのに最大15トンもの大きな推力が出る。あと、タービン入り口温度が摂氏1800度以上とかなり効率が良い。他にもそこら辺がまずわからないの。推力って何？タービンってどこ？そもそもジェットエンジンって何なの？ガスタービンとの違いは何？おお、そうだね。そのあたりが分かった方がより詳しく理解できるよね。じゃあ、ガスタービンの説明から入るよ。任せるわ。ガスタービンとは、車のエンジンなどと同じ内燃機関の一種で、その作動原理も、吸気、圧縮、燃焼、排気という同じサイクルで作動するもの。前方の空気を吸い込み、それを圧縮し、高圧の空気を燃焼室に導き、燃料の燃焼で高温、高圧のガスを発生させる。このガスでタービンを回して、回転運動エネルギーを得る。その際、非常用発電機や火力発電所の産業用ガスタービンなど、高温、高圧のエネルギーをタービンで回収するものと、ジェットエンジンのように、ほとんどのエネルギーを後方に吹き出すことで前へ進むものがある。このエンジンが発生する推進力を推力という。出た。推力。これが新しく開発された XF9 は大きいのね。そうだね。あと、ジェットエンジンはガスタービンエンジンの一種ってことも忘れないでね。ジェットエンジンの構造はエンジン前方から吸気口、圧縮機、燃焼室、タービン、排気口で構成されている。原理はガスタービンと同じで、前方の空気を吸い込み、それを圧縮し、燃料と混ぜて燃焼させることで発生するガスを後方に勢いよく排出することで前へ進んでいる。また、燃焼ガスはエンジン後部のタービンを回転させており、そこから必要な電気を取るとともに、軸で繋がっている前方の圧縮機を回転させるという構造となっている。そのため、一度エンジン動き出せば、あとは燃料の続く限り持続的に稼働する。へえ、本当に似てるのね。そう。だから、日本は戦後に航空開発を7年間禁止されていたけど、ジェットエンジンに関しては原理が同じなのでガスタービンで研究をしてたらしいよ。さて、ジェットエンジンの原理を説明したところで、XF9-1 エンジンの解説をするよ。XF9-1 の開発目的、XF9 は将来の戦闘機用エンジンを国産で作れるように技術を蓄積することが一番の目的なんだ。だから、特定の戦闘機のために作ったわけではないよ。ってことは、X2 実証機のエンジン版みたいな？そうとも言えるね。開発の目的としては、技術の蓄積や実証だったと。このエンジンは、戦闘機に、ステルス性と高い戦闘能力を与えるため、大推力を持ちつつ、サイズがスリムであることを求められた。大きな推力が得られれば、高高度、高速飛行状態に、すぐに移れる、余剰推力を確保できる。また、戦闘中に低燃費で長く持続できることも求められている。ステルス性を確保するため、ミサイルは、ウェポンベイに入れ、主要なレーダー反射源となる空気取り入れ口については、曲げて、反射を防ぐようにする。そのため、エンジンはスリムなものにし、機体スペースを確保する必要があり、より少ない空気流量で推力を出すことも求められる。さらに、高出力レーダー、高度な電子機器の搭載が想定されるため、大容量発電機を安定駆動できる必要がある。XF9-1 の構造とターボファニエンジンの解説。XF9 の構造は、ファン、圧縮機、燃焼機、高圧、低圧タービンで構成されている。その他、タービンを回した後の排気ガスに燃料を加えて、さらに燃やして勢いよく噴射する、アフターバーナーと、エンジンの始動と発電機を兼ねる、スタータージェネレータがついている。このエンジンの種類は、ターボファンエンジンというもの。何それ？ターボファンエンジンは、大きなファンがついているのが特徴。ファンで大量の空気を吸い込み、一部をエンジンの外側へそのまま流し、一部をエンジンの内側で燃焼させてから排出する。ジェットエンジンは、排気と周囲の空気の速度差があると、空気抵抗が大きくて効率が悪い。そして、排気速度が飛行速度よりやや速いくらいが最も効率が良い。そのため、
ターボファンエンジンは燃焼機を通した高速の排気をファンを通した低速の空気で追って速度を平均化している。これにより騒音を抑えるとともに優れた燃費効率を発揮できる特徴がある。なお、この内側の排気と外側の排気の比率をバイパス比という。旅客機などの燃費重視の場合は高バイパス比を、戦闘機などの速度重視は低バイパス比のエンジンを使用する。あと、この図の燃焼機を通った後、タービンでエネルギーを回収するんだけど、色が違うでしょ。紫色と緑色で分かれてるね。紫色の高圧タービンが前方の高圧圧縮機とつながっていて、緑色の低圧タービンが前方のファンや低圧圧縮機とつながって、それぞれ回転させている。必ずこのように分かれているわけではないけど、二つに分かれている方が効率が良くて、XF9 もその方式を採用しているよ。XF9-1 の構造。XF9 はスリムかつ大推力のエンジンを目指したわけだけど、表の通り、それを達成するために様々な対策をした。いろいろあるけど、その方向性としては、大推力を達成するために、より多くの空気を送ることと、高温化をしたこと。これが XF9 エンジンの構造で、前方から順に要素ごとに解説する。ファン、圧縮機、空気を多く吸い込めるように、ファンの真ん中の尖ったコン部を小さく、低ボス比化している。ファンや圧縮機の形状を3次元加工で空気を吸いやすいようにしたり、ケースと圧縮機の間の隙間を減らして空気漏れを少なくしている。また、圧縮機の中心部のディスクと回転する翼の動力を一体化したブリスクという構造にするとともに、長さを短くして軽量化を図った。燃焼機はちょっと専門用語が多いんだけども、こういったドーナツ状のライナブを持つアニュラ型を適用している。アニュラ型は小さな穴がたくさん開いていて圧力損失が少なく安定した燃焼ができる種類なんだ。そして広角スワーラ方式の補塩機を使っている。スワーラ方式とは旋回補塩機ともいい空気を旋回させる構造を持っていて火炎を安定に保っている。空気の流れがそれぞれ干渉せず均一に安定して燃焼できるようにして燃焼機出口温度の均一化と局所的な温度上昇の抑制が図られている。燃焼機の性能は、主に燃焼性能、圧力損失、耐久性が重要とされる。ここで言う燃焼性能には、次の内容が含まれるよ。燃焼ガスが送り込まれるタービンが耐えられるように、ガスの形状、分布を整えること、着火時に簡単かつ確実に着火すること、どのような条件でも安定した燃焼が行え、大気汚染物質の発生が少ないこと。大推力を実現するためには、燃焼ガスの温度を上げることが重要なんだ。そうすると、同じ空気流量でも膨張して、よりタービンを回してくれる。より高い温度で燃やすことが重要なのね。そう。それと、この燃焼機からタービンのあたりは最も高温になるところだから、様々な方法で高温化を実現させているよ。このあたりはニッケル合金が多く使われているが、ニッケル合金の融点は摂氏1200度プラスアルファ。一方、燃焼直後のガスは摂氏2000度にも達するので、溶けないように燃焼機の壁面は冷却空気で覆っている。あと、3D プリンターを使って燃料噴射弁の燃料を送る経路の圧力損失が少なくなるようにしている。それ以外の内容は後で説明するよ。次に XF9 の画像ではないけど、燃焼機とタービン周辺の構造を理解する参考のために見せる。これは赤矢印が燃焼弁で、ここで燃焼された高温高圧のガスがタービンにぶつかって圧縮機などを回したり、推力を発生させている。高圧タービン、こっちは XF9 の高圧タービンの制翼と動翼だよ。さっきと同じような構造なのはわかるけど、制翼、動翼って何？あまり聞かない言葉だよね。左側の水色が制翼で、これはガスの流れを変えるための翼。回転しないんだ。右側の紫色が動翼だよ。制翼からのガスを受け止めて回転して圧縮機を回したり、電力を発生している。こっちの方が立体的で見やすいかな。制翼も動翼も高温になる部分なので、冷却空気を表面に流して溶けないようにしている。制翼が動翼までのガスの流れを整え、動翼がそれに対して最適な角度の形状で配置され、回転している。この図の場合、動翼は手前側に回転、入り口から見ると右回りに回転している。ここら辺から XF9 エンジンの特徴である世界トップレベルのタービン入り口温度を達成できた要因の説明に入るよ。正直、眠くなってきてたけど、ちゃんと聞くわ。
最大平均摂氏1800度もの燃焼ガスに耐えるため、この周辺の構造物には、国産の世界トップレベルの耐熱素材が使用されている。図にも書いてあるけど、正翼と動翼はニッケル基の単結晶超合金、動翼を支えている。タービンディスクはニッケルコバルト基の超合金、そして動翼の上にあるタービンの外側のケースみたいなものがシュラウドなんだけど、これはセラミックスの複合材が使われている。なんか、すごそうだけど、全く何のことかわからないわ。僕もそうだった。そもそも、正翼の意味やシュラウドって何ってところから調べました。これからじっくり説明する。ちなみに、これが正翼、タービンディスク、シュラウドの写真。正翼は白くて綺麗ね。それにも理由があるんだ。正翼や動翼はニッケル基の超合金を使っているって言ったよね。耐えられる温度は年々上がっていて、本エンジンにも最新の単結晶ニッケル基の超合金を使っている。ものの、摂氏1800度には素材そのままだと耐えられない。そこで、冷却空気を穴からにじませて空気層で覆っているんだけど、冷却するとせっかく高温にしたのに効果が薄れてしまう。そこで、冷却空気を少なくするために使用するのが熱遮蔽コーティングだ。これが白いコーティングの理由。図を見る限り、摂氏200度くらいの低減効果があるみたい。いろいろなやり方で高温にしてるのね。そうだね。さらに高温にするため、CMC、セラミックス基複合材の使用について研究がされている。この図を見ると、確かに単結晶ニッケル基合金より高温に耐えられるのね。セラミックスってさっき、どこかで使ってたような。タービンの外側のシュラウドだね。あと、ジェットが噴出するエンジンの最後部にあるノズルでも使われているよ。セラミックスの複合材、CMC ってどういうもの？複合材っていうのは2種類の材料を一体的に組み合わせた材料のこと。強化するための強化材、それを支持する母材、マトリックスから構成されている。CMC の場合は、母材、マトリックスがセラミックスなんだ。現在、実用されているものとしては、酸化アルミニウム系と炭化ケイ素系がある。より高温に耐えられるけど、コストが高いのが炭化ケイ素系だね。炭化ケイ素繊維は、東北大学で1975年に開発され、ニカロン繊維やチラノ繊維として商品化されている。チラノ繊維って聞いたことある。この写真では、炭化ケイ素を母材、マトリックスにして、同じ系統の炭化ケイ素繊維を強化材料として CMC が作られている。この写真のが XF9 に使われているものではないけど、イメージしやすいかと思って参考に載せてみた。CMC は軽量で耐熱性に優れている。ちょっとややこしくなってきたけど、母材も強化材料も炭化ケイ素系なのね。ところで CMC が高温に耐えられるなら、高熱のところはすべてそれで作ったらいいんじゃないの？良い質問ですね。CMC はセラミックの脆さを克服するためにセラミックス繊維を加えたものだけど、まだ動翼とかの回転する部分には使われていない。CMC を精密に加工して、さらにその素材に適した冷却構造を作るのが難しい。だけど、実用化に向けて研究はされているから、今後に期待したい。ちなみに XF9 の動翼は、こんな構造になっている。背中側と腹側で冷却空気が循環して冷やす仕組み。低圧タービン。低圧タービンは、それほど高温になる部分でもない。このエンジンの特徴としては、高圧タービンと低圧タービンが逆側に回転する反転タービンを採用しているところ。これは、そのイメージ図。燃焼ガスが高圧タービンで動翼を手前側に回転させ、その後に動翼を奥の方へ回転させている。このようにして高効率化と高負荷化を実現した。アフターバーナー。アフターバーナーは補塩機の構造を変えて圧力損失を少なくし、均一に燃焼できることを目指した。水力変更ノズル。20度の水力変更が可能な水力変更ノズル XVN3-1 の試作品が完成。XF9 に搭載して地上試験を実施予定。水力変更ノズルとエンジンが適正に制御できれば X2 実証機のように高機動性を発揮できるはず。戦闘機の舵が効きにくい環境でも水力を自由に動かせるから失速せずに動けて敵よりも優位な位置につきやすくなる。コアエンジンの開発にあたっては2010年度からまずは縮機、燃焼機、高圧タービンといった各要素を作り、その性能を確認したんだ。2013年度からそれを組み合わせて自立運転が可能なコアエンジンの設計を始め、2017年6月に防衛装備庁に納入され、システムとして適切に機能するかが確認された。
そして、2018年6月、他の低圧系の要素も組み合わせた XF9-1 エンジンが納入され、エンジン全体としての性能が確認された。ついに完成したのね。大型の戦闘機用エンジンが完成したんだ。国会議員が本当に作れたのかと視察に来たらしいよ。性能確認試験。その後、エンジンの性能確認試験は大きく2回に分けて行われた。一つが地上試験2019年7から9月で、もう一つが航空試験2020年7から9月だ。地上試験では2018年7月にアフターバーナーなしで推力11トン、2018年8月にありで15トンを確認した。当初の目標性能を無事達成した。ちなみに航空性能試験はこういう装置で行われる。実際に飛ぶと自らが進むわけだが、この装置では周りの空気をエンジンに送り込むことで飛行状態の温度、圧力を模擬するわけだ。自分が進むか周りが来るかの違い。このような航空性能試験のほか、電波や赤外線に対するステルス性能試験なども実施された。必要なデータを取得した。XF9-1 エンジンの特徴と性能。XF9 の特徴は、現在の F2 戦闘機に搭載している F110GE129 ターボファンエンジンと同じ推力レベルで比べて3割もスリムになっている。戦闘機の空いたスペースにウェポンなどを積むことができる。エンジンの回転軸と連結させてエンジンを始動させる。スタータと発電して電力を生み出す。ジェネレータを統合させ、小型のスタータジェネレータを搭載した。レーダー、電子機器などに 180kW 級の電力を供給する。また、エンジンの性能の指標となるタービン入り口温度、燃焼機出口ガス温度は世界トップレベルの摂氏1800度にも達する。産業用ガスタービンでも日本の企業は高温の効率が良いものを作っているから技術蓄積があるんだろうね。すごいね。ただ、他機種のデータは交換資料からの推定であるから、その点は注意が必要かも。それに他国の技術も上がっているから、今は良くても運用するときに優れているかどうかが重要だし。どこも情報を隠すようになっているのね。逆に日本はこんなに公開していいのかな？他国でも知ってるような内容や、すぐには真似できない情報なんじゃないかな。それと日本は追いかける側だから他国にアピールしてるのかも。わからないけど。これまでの説明の通り、高温で燃焼したり、空気流量を多く吸い込めるようにして、大推力のエンジンができた。最大推力15トンと、ひとまず世界レベルの推力を発生させることができた。現在、燃焼機、燃料ポンプ、潤滑油システムを対象として、戦闘機用エンジンシステムの適応性向上技術の研究が行われている。その成果を XF9 に適用することで、将来戦闘機の性能要求に合わせたエンジンを開発するためだという。他の部品の研究も進めてるんだね。実際に使うまでに改良が進んでるといいな。ただ、他国における技術の進展もすごいらしい。アメリカでは画期的なアダプティブエンジンの研究開発が進んでいる。これは速度や高度に応じてバイパス比を変えられる。上の図の空気の流れを見ると、水色はファンからそのまま排気に流れ、黄色はコアエンジンに流れる従来の仕組み。状況に応じて空気を流す先を変えることで、巡航時にはバイパスダクトに流して、旅客機のように高バイパス比で燃費を抑え、戦闘時にはコアエンジンに空気を流して大推力を発生するという可変サイクル技術という仕組み。燃費 25%、推力 10% も向上することが求められている。F35 の新エンジンにこの技術を組み込むよう開発がされていて、すでに設計も完了し、テストが近いうちに始まるらしい。下の図は、その技術をタービンのコアエンジンに適用するプログラム。開発中のアダプティブエンジンよりもさらに 10% も航続距離を伸ばせるという。追いついたと思ったら、世界はさらに進んでいるとは。日本でも、この技術については注目して検討している。2018年2月に低バイパス比、ターボファンエンジンの可変サイクル化に関する技術検討を、2020年2月には XF9-1 へのアダプティブサイクル適用に関する技術的検討作業を IHI と契約している。XF9 は冒頭でも言ったが、あくまでも技術実証用に開発されたエンジン。かなり本格的な戦闘機用に開発され、これまでのところは比較的順調にいっているものの、鳥の吸い込みへの耐久性、摩耗性能、運用する際の耐久性能などはまだわからない。
ついに実現した国産エンジンなので、こんな動画を作るくらい応援したい気持ちは強いが、新しい技術を多数適用したエンジンに、機体も新しいとなると開発リスクは、やや大きくなる。経験豊富な欧米の企業であっても、新たな要素技術をエンジンに採用することで、トラブルが起きていることもあり、エンジン開発はそもそも難しいものだ。アメリカ、ロシア、限られた国しか大水力エンジンは開発できていないよね。豊富な資金力がある中国ですら苦しんでいるようだし、ところで、他に気になるところはない？多分、一般人が気にするようなことは十分検討していると思う。X2 実証機の飛行から、エンジン以外の機体開発側の意見も聞いて、すでに反映させているし、あと、コストも最重要と考えられている。エンジンのスペックだけじゃなくて、トラブルですぐ性能が落ちてしまうとか、使いにくいエンジンではダメ。実際に運用者が使いやすいものが求められてるとか、技術屋の自己満足みたいなものになってはいけないと、インタビューでも語っているし、私は他国との交渉カードにすることが最終目標なのかと思っていたのだが、令和3年度予算では、次期戦闘機の開発等として576億円の予算がついた。説明の中では、エンジンの設計等に着手と書いてあり、実際に戦闘機用エンジンを開発するようだ。昨年度に引き続き、機体の構想設計が実施されているが、どのような機体になるのだろう？以前のコンセプトの例として、このような案が作られていた。航続性能とウェポン搭載量重視のコンセプト A、ステルスと速度性能重視のコンセプト B、機動性重視のコンセプト C。コンセプト C は大きな尾翼。X2 が大きな尾翼だったのは高運動性が目的だったからなのね。最近の防衛庁のイメージ図や過去の戦闘シミュレーション結果を見ると、コンセプト A の大型機になるのだろうか。XF9 エンジンをベースとして、今後の要求次第で搭載されるエンジンの性能は変わる。推力15トンは、さらに大きいものにも小さいものにも、調整可能な推力として設計されたものだ。搭載するエンジンは1つか、2つか、航続距離を優先するのか、機動性を優先するのか、どのような要求にも応えるべく、XF9 エンジンは設計された。大推力を発揮できる国産の戦闘機エンジンは、戦前、戦後と日本の悲願であった。将来の日本を守るには、性能の良い戦闘機だけでは足りない。防空システムの構成要素として、次期戦闘機はどのような役割を果たすのか、そのためにどのようなエンジンが開発されるのか、興味の尽きないところである。さて、今回は XF9-1 エンジンを解説してみた。いかがだったかな？なんか論文の図が出てきたり、そこまで解説するのってくらい詳しい解説だったね。若干、やりすぎたかなとは思ったけど、シュラウドとかニッケルコバルト機がどうとか説明が入ると、理解するまで気になっちゃうところがあって、それに、今更の解説だから、何か特色がいると思った。気になりつつもさらっと流してた人には良かったのかもね。さっきも言ったけど、今年度はついに戦闘機用エンジンに大きな予算がついた。内訳はわからないけど、本当に開発するのだと。実用してみないと誰も使わないから、ついに作れるんだという感慨深い気持ちと、若干の不安の気持ちが同時にある感じ。ただ、もちろん応援したい気持ちが強いけどね。成功してほしいね。そうだね、本当に。最後までご覧いただき、ありがとうございます。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。